とこれから悲しいことがたくさん起きるわ。逃げることは負けじゃないの。とにかく生きて。危ない！さくら！いつか必ず返り咲く時が来るから。ひなきく様を早く！さくら！さくら！耐え忍び戦機を待つの。ひなぎく様、ご無事ですか？ありがとう、さくら。綺麗だね。ひなぎくは冬が好き。そうでしょうか。さくら冬嫌いだもんね。大嫌いです。今日から復帰。ひなぎくいつ冬の老星様に謝りに行く？どうしてひなぎく様が？冬が謝罪に来るならわかりますが。だってひなぎくは違うし、老星様きっとがっかりすると思うの。だからそれはもう終わった話でしょ。あなたがいいと1000回でも言いましょうか？どこかいるかな、必要としてくれてる人。おります。あなた様は嘉陽ひなぎく様、この国の春の大公者なのですから。申し訳ありません。姫高さくら、春の大公者護衛官だ。失礼しました、姫高様。しかし式長からは事前に何の通達もなく、大公者様が本日お越しになるとは。我が主嘉陽ひなぎく様は復帰され、初めての儀式、極力人目を下げたいと所望されている。はあ、そうしますと今回は式長の支援なしに。急ぎ竜宮岳への入山許可証の発行と人払いを。竜宮岳に警報が発令されました。入山規制が実施されます。現在竜宮岳にいる春の神様が群がるな！竜宮、本当は南国みたいなあったかいとこだよね。今は四季の均衡が崩れていますからね。10年も春なかったもんね。ごめんなさい。気になさることはありません。今日の儀式が成功すれば全て解決します。我々はそのために来たんですから。うまくいくかな。行きます、必ず。自分がお約束します。やるのひなぎくなのに。恩義はさくらを手放さないためなら何でもしてくださるのでしょう。そうお約束された。するよ。さくらを手放さないためなら何でもする。春も咲かす、雪も溶かすよ。さ、ひなぎく様、ここからは山道ですので私が背負います。ご自分で歩かれると？回路張ってるもん。寒いだけではないのですよ。儀式の前にお疲れになってしまっては。でもさくら、ひなぎく守るでしょ？もちろんです。守る人、疲れてもダメでしょ？神様がいらっしゃると分かっていたら、町主総出でカゴを担いだんですがね。カゴ？昔の名残です。今も場所によってはそういう風習が残っていて。やあ、ひなぎく、古きませ。カゴなんて人恥ずかしい。照れすぎて言葉が時代がかっています、ひなぎく様。さて、ようやくお仕事の時間です、ひなぎく様。はい、ひなぎく、春の大公者の仕事します。素晴らしい意気込みです。
儀式を行う所定の場所まではさくらがお連れします。ご安心を。ようやくここまで来た。では貴様ら指揮長は今回特別に関係者500名を集めるから、その前でひなぎく様に儀式をしろと、そういうのか。季節の権限は秘匿されるべき神聖な儀式、見せ物ではない。指揮長も里も今頃我々の行方を必死に探しているだろうが、知ったことか。大切なのはひなぎく様が自信を持って儀式に臨めること。たとえこの身を犠牲にしてでも族から守り抜いてね。さくら。はい、どうなさいましたか。やはり背負いましょうか。違う、あれ。山には立ち入らぬよう警報を鳴らしてあるのに、妙ですね。迷子じゃないかな。子供はね、守ってあげたいの。おい、そこのお前、止まれ。待て、おい。それでお山へ何しに行くの？なずなちゃん。雪かき。はあ？雪かきなら家でいくらでもできるだろう。早く帰れ。これからこの竜宮岳にて儀式を執り行う。そうすると雪が溶け、雪崩が起きる可能性がある。山にいては危険なんだ。儀式？そうなの。春を呼ぶんだよ。春って何？春、知りませんか？知らない。お前いくつだ？もうすぐ12歳。じゃあ10年前を。記憶にないのも無理はないな。春はね、季節の一つ。今は夏、秋、冬の3つ。だけど本当はね、4つなの。お姉ちゃんはその春を呼ぶの？そうだよ。こちらにおわすはかようひなぎく様。この国の春の大公者であらせられる。あ、知ってる。今冬なのは冬の大公者様が季節を呼んだからでしょ。そう、物知りだね。授業でやったもん。春夏秋冬、それぞれの大公者様が大地を巡って季節を。そっか、春夏秋冬の春って春？思い出してくれた？でもなんか怪しい。本物の大公者様なら神様だって証拠見せてよ。お前。わかった。ね、なずなちゃん、今から見せます。でもね、少し訂正。ひなぎくは神様じゃありません。力は預けられてるの。大公者として季節を届けるために。春の力は生命促進、神秘の力はあります。でもそれは預けられてるだけ。こういうことできる以外、普通の人と同じ変わりません。あくまで大公者、春夏秋冬を司る大公者です。さあ、これで分かっただろう。さっさとここを去れ。やだ。山を雪かきしてどうする？全部雪じゃないか。誰かにやれと言われたのか？自分でやりたいから来てるの。嘘をつくな。嘘じゃないもん。とにかくダメだ。避難しろ。今すぐ。やだ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 。おとなしくしろ、エビ娘。笑い事じゃありません。笑ってません。ほら、真面目。日が暮れる前に儀式をしないといけないのに。ねえさくら、なずなちゃんのご家族探してきてもらってもいい？その間ひなぎく、なずなちゃんとここで待ってるから。ダメですよ。公平なしになどさせられません。
夫だよ。ちょっとの間だし。そのちょっとでもしまたあんなことになったら、私はもう二度と、私は。ごめんねさくら。もう気にしなくていいんだよ。しますよ。一生します。過去に戻れるなら、あの時の自分を殺してやりたい。殺してやりたい。殺してやりたい。さくら、今のひなぎくは一緒でしょ。だから大丈夫だよ。申し訳ありません。一時ですが失念しておりました。さくらはひなぎく様の守り刀です。御身のなすべきこと、なされたいことを助けなくては。特例ではありますが、このエディ娘に付き添いましょう。そうされたいのですよね。なずなちゃん、そのお帽子かわいいね。でしょ、お母さんが選んでくれたんだ。なずなのお気に入り。ありがとうおばさん。おばさんはやめろ。私は姫高さくら、まだ19歳だぞ。じゃあありがとうさくら。ひなぎくはどうして10年もかくれんぼしてたの？大人が言ってたよ。ずっと冬なのは神隠しのせいだって。神隠しって神様のかくれんぼのことでしょ。ひなぎく様のせいでは不幸な事故だ。事故？じゃあ怪我して病院にいたの？違う。だがお前に語るべきことではない。なんで？関係ないだろう。あれよ、うちのお父さん観光のお仕事だもん。竜宮は南の島なのに冬が長くて雪も降るようになったから困ってるんだって。うちお金あんまりないのそのせいだもん。好きなものだって買ってもらえないもん。別に意地悪で言ったんじゃないよ。あのね、内緒だけど教えます。ひなぎくね、耐え忍び戦機を待つをしてたの。これはね、ひなぎくの知り合いのお母様に言われたことで、今は負けていても諦めてはダメ、戦うことできる日を待つこと、困難が起きても冬眠する動物たちみたく耐えて耐えて耐えるの。決して投げ出さないで生きていれば必ずいつかは春が来るから。それを10年してたの？それだけじゃないけど、ひなぎくんなりに戦っていまして。よくわからないけど、ひなぎくんも大変だったってことなんだね。そうなのかな。でもみんなに迷惑かけた分、これからすごく頑張るから、ひなぎくんのこと見ててね。さあ、もういいだろう。深い事情があったのだ。ひなぎく様にそれ以上喋らせるな。怒鳴らないで。大人ってどうしてすぐそうやって怒鳴るの？悪かった。意地悪しないでよ。なずな、大人嫌い。意地悪だもん。大人の人、なずなちゃんに辛く当たるの？ほとんど山頂のはずですが、一体どこまで。着いた。お前、一体何して。雪かき。なずなちゃん、でも
もここお墓だよ。知ってるよ。この下にね、お母さんが寝てるの。寒いとかわいそうだから。うちの窓からここが見えるの。毎日見るの。見ちゃうの。夏は良かった。お花が綺麗で寂しくなさそう。秋は良かった。もみじがお布団になってくれるから。でも冬はね、お母さん寒いんじゃないかって。もしそうじゃなくてもしたいの。それってダメなことかな。いやだがどうせ変だっておかしいって言うんでしょ。大人ってだから嫌だ。父さんもそう言うよ。お母さんはもうどこにもいないんだって。そんなことしても意味ないからやめろって。でもお母さんはここにいる。だから意味ある。おかしくない。変なことじゃない。さくら、なずなちゃん、お母さんに好きって言いたいんだね。大好きだからそれだけ。そうだった。ひなぎく様、あれは知らないのです。御身がいない10年、ナズナは春を知らずに生きてきました。あれこそきっと我々がすることを必要としている民です。本当にいたね、ひなぎく必要な人。代行者はみだりに力を使ってはなりません。しかし幼き民の悲しみを憂い、ここで儀式を行うことくらい死期はお許しになられるはず。そしてここにあらせられるは春の代行者、かようひなぎく様。お願いいたします、ひなぎく様。この国に春をいざや桜見物といたしましょう。ご安心くださいませ。春の権限見事果たしてみせましょう。なずなちゃん、ね、ひなぎく決めました。ここでね、春を呼びます。春が来ると雪は溶けるの。雪かきは必要なくなります。お母さんね、寒くなくなるんだよ。本当？でも秘密ね。本当はね、あんまり見せちゃいけないの。おぼろ月よ、剣の鋭さいそめ、あんやかすみたゆたう恋しさこらえ春夏秋冬、それぞれに受け継がれた式歌を唱え、舞踊を奉納することで広範囲に力を届ける完璧な春の権限。ナズナ、これが
これが春だ。どうだ、素晴らしいだろう。知ってる。これ知ってた。ナズナ、春見たことある。赤ん坊に見せてもわからないんじゃないの？いいの？こういうのは体験だから。ねえナズナちゃん、ほら春だよ。どうして忘れてたのかな。大事な思い出なのになんで覚えていられないだろう。お父さんに見せてあげたいな。あったかいな。ねえさくら、さくら。お前のようなもののためにひなぎく様は頑張ってきたんだ。自分じゃない他の誰かのために。どうしようもなく辛くて、それでも頑張ってきた。今それが報われて春が来て、お前が喜んでくれたのが嬉しい。ナズナ嬉しいよ。ナズナ、誇れ。今は寂しくともお前は世界に愛されているぞ。おそ松様でございました。春は無事ここにいます。初めに冬があった。世界には冬しか季節がなく、冬は孤独に耐えかね春を作った。春は冬を、冬は春を恋したい。仲睦まじく繰り返した。冬はさらに夏と秋を作った。春は冬を追いかけ、夏と秋が続く。季節は春夏秋冬と巡るようになったが、春と冬の蜜月はもう存在しなかった。そこで夏と秋は提案をした。大地に住まう者に自分たちの役割を任せてはどうかと。四季たちは人間の一部にその力をお与えになり、冬は永遠に春を愛す時間を得た。神話はそう伝えている。春には桜の絨毯を、夏には緑の海を、秋には銀杏の帳を、冬には白銀のゆりかごを。一年をかけて大地を巡り歩き、季節の寵愛を神羅万象に送る。神よりその権能を授かり使命を担う者、その名を四季の代行者。ひなきく。これはその四季の代行者の物語であり、神話の続きであり、人殺しの話であり、救済の話であり、友情の話であり、よくある恋の話であり、そして人々が織りなす人生の話でもある。物語はようやくここから始まる。